皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は新しく登場した CX のブレードを自由に組み替えて 3on3 バトルをやっていきたいと思います。今回対戦するのは野水航とつぶやきさん太郎です。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。行きましょう。最初にシュートポジションを決めるじゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんぽい。そっちで OK。お互いのファーストベイ。せーの、じゃん。ウィザードブレイブ S160LR。 ドランアーク B360D。ファーストバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。さあ見せてくれ。いやー、いいとこ当たったんだけど。正直俺今回のカスタムの本命がこの1機。なるほど。レイフィニッシュ。ドランアークに1ポイント。やったぜ。お互いのセカンドベイ。せーの、じゃん。ペルセウスアーク B455B。 ペルセウスブレイブ R760L。セカンドバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。危ね。1がオーバーフィニッシュ。ペルセウスアークに2ポイント。まあ位置が悪かったね。お互いのサードベイ。せーの、じゃん。ドランダーク R360R。 ウィザードダーク S960LO。サードバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。綺麗に決まった。綺麗に決まった。オーバーフィニッシュ。ドランダークに2ポイントということで、この 3on3 バトルの勝者は私野水航。はい、ということで今回は CX のブレードを組み替えて 3on3 バトルをやってきました。いかがだったでしょうか。まあちょっとね、ウィザードアークじゃねえや。ペルセウスアークと俺のはドランアーク。難しいね。慣れるまで時間かかりそうだけど、まあ今回は俺のペルセウスアークがたまたまね、オーバー綺麗に決めてくれて、その後のね、ドランの方は綺麗にオーバー決めてくれたおかげで勝つことができたね。まあぶっちゃけ今回2人とも同じようなカスタマイズにしてるけど、アークに B、これが多分一番 CX のブレードで使われるようなカスタマイズなんじゃないかなとは正直思ってるね。この CX だけで対戦するなら。やっぱりこのアークのブレードとこの B が結構いい感じの位置関係にあって、こう割とサポートしてくれるような感じにもなってるし、重量も増してるしで、なんとなくカスタマイズとしてはかなりいいとは思うんだけど、シュートしてみるとやっぱりブレは気になるなって感じはしますね。で455で低重心、下の方にできるだけ持っていって安定の B っていう感じのカスタマイズで、今回はオーバーでしたけど、CX だけで戦うなら結構ありなカスタマイズかなとは思います。ただロッドとかね、シルバーウルフが出てくるともう勝てなくなっちゃうんで、やっぱ厳しいなとは感じますね。で最後も活躍してくれたこのドランダークなんだけど、今回 R を使用することでこのダークのブレードのメタルの部分が結構むき出しになってアタックとしても運用できるんじゃないかなと思って R と、こっちも R を使うカスタマイズにしてみたんだけど、今回オーバーを取ること自体はできましたが、アタック力が強かったというよりはちゃんとエクストリームダッシュして、重量のある一撃が綺麗に決まったからって感じだったんで、これもなんかベストマッチっていう感じではないなとは思いましたね。こちらは1機目にドランアーク B で使ってて、アークと B はやっぱ被るかなとは思ったんですけど、同じ組み合わせで使ってましたね。このアークにアシストブレードの R をつけてると隙間がすごい気になってしまうんですけど、この B の方をつけると隙間が埋まるようになんかキュッてした形状になるので、
結構相性いいかなっていうふうに思います。と、アシストブレードのバンパーが一番重いアシストブレードということで、このアークと B の組み合わせにすることで、CX の中だとこれが一番スタミナがあるブレードの組み合わせになるのかなと思いました。ただやっぱりね、ロッド相手には厳しいところはあります。あとはブレイブには R をつけていて、この R が隙間ができてしまうんですけど、逆にこの隙間ができたことによってブレイブのメタル部分がもしかしたら当たりやすくなるかなって思ってこの組み合わせで使ってみました。ちょっとね、シュートの位置が悪くて速攻でオーバー叩き出されてしまったんですけど、割とアタック力は感じることができるカスタマイズになってるかなと思います。と、最後にウィザードダークの S。このダークのブレードもデフォルトの B と使ってるとすごいプラスチックで挟まれてるような感じで、あんまりメタルで当たりに行きづらいなっていうところはあったんですけど、このスラッシュのアシストブレードがバンパーよりも少し径が小さめなので、メタルが露出しやすいようになっているので、これもメタルで当たりやすくなることができる組み合わせかなと思って使ってみました。あとはラチェットを960と組み合わせることによって、今まで頭が重いからすぐに傾いてラチェット擦っちゃうような感じになってたんですけど、960ならギリギリラチェット擦るようなことがなく、斜めにはなっちゃうんですけど、あんまりラチェット擦らずちょっと最後までギリギリで踏ん張ってくれるような印象はありました。それと撮影している外で何回かこのカスタマイズで戦っていたんですけど、その時にロックチップだけがロック進んで外れるような感じになってしまっている試合が1回ありましたね。ラチェットの方はしっかりはまっててバーストするようなことにはなってないのに、ロックチップの方だけが進むっていう現象が起きていました。そうだからまあ実際俺のこの緩いドランでやってみるけど、こうなっちゃうってことだよね。そう、試合の最中にロックチップだけが進むっていうのはね、ありえるんだね、やっぱこういうことも。でこうなると何が起こるかっていうと、こういうバーストが起こるんだよね。でこれさ、さっき俺話したけどさ、このロックチップにも硬いやつと緩いやつがあるみたいな話したじゃん。これ硬いやつじゃないとちょっと怖いっていう、特に持久系で使うとね、ここがこんなぬるぬる動けるようなやつじゃダメみたいな風になりそうな感じはある気がするんだけどね。そうだね、さっきのやつもね、ロックが進んでたっていうだけで分裂まではいかなかったんだけど、何回もやってたらそういう分裂もありえるかもしれないね。なんかね、ちょっと難しいなとは感じてしまいましたね。はい、ということでちょっとね、難しいところは結構多いんですが、やっぱりカスタマイズできるね、組み合わせが増えたっていうのはそれだけいろんな可能性があるという意味でもありますから、興味のある方は CX ラインのベイを買っていろんな組み合わせ試して遊んでみてください。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。